体が異常に弱い27歳女性会社員の方ですね。この方、自分は人より体がすごい弱いで、ガリガリ、すごい痩せてるで、どっか遊びに行っても長期間日光に当たった次の日は熱が出てしまう。ですごい仕事も大事にしてて、睡眠時間削ってでも仕事にのめり込みたいと思うのに、そうしてしまうと肌荒れをしたりとかね、熱が出たりとか生理不順になってしまう。でやっぱりこう仕事も遊びもやりたいことをねどんどんやって人生にチャレンジしていきたいのに、自分の体の状態によってそれを制限されてしまうのが嫌だっていうんですね。どうしたらいいでしょうかっていう悩みです。体が弱いっていうこと、確かにそれは自分の体のことをコンプレックスとか自分の体に自信がないっていうのはすごい辛いことですよね。で世の中にはこう痩せたくないのにガリガリに痩せてしまう、太りたくないのに逆にどんどん太ってしまう、そういう人ってやっぱりいます。で自分の体の自信がないっていうことで自分の精神的な部分にも自信がなくなってしまったり、でそれがね何とかしたいと思っていろいろと調べてやってみてもなんか思うようにならない。で、こんな辛い悩みってないだろうなと思います。でもこの方に限らずですね、実は自分の抱えている問題って自分が一番問題だと思っていることが問題なんですよ。どういうことかって言ったら、この人の問題は一番の問題は体が弱いことじゃないんです。自分が体が弱いと思っていることが問題なんです。自分が体が弱い、自分が体が弱いという暗示を自分に与え続けてるんですね。いやそんなこと言ったって遊びに行ったら熱が出るし、実際ガリガリだし、もう頑張りたいと思って頑張ったらすぐ体調崩すし、他の人なんかは無理してね、無理してとか夜更かしして遊びに行ってもピンピンしてるし、こう徹夜して仕事してもわあ疲れたって言いながらピンピンしてるし、若ければそういう人だっていますよね。それと比べて自分が弱いと思っていること、そこがですね確かにそう思いたくなるんですけど、自分が弱いって言ったら絶対ダメです、ね、これは自分が弱いって自分が決めてしまったら本当に弱い人になってしまいます。そこが一番の問題で、処方箋、体っていうのは人によって個体によって個体差があるんです、ね。私オカヤドカリっていうのを飼ってるんですけど、オカヤドカリ、大きいのから小さいのまで、私の母親が実は買ってきて、それをずっといまだに私面倒見てて、もうどうですか3年ぐらい経つんですね。で、本当にかわいそうなことなんですけど、8匹いたオカヤドカリのうち今1匹しか残ってないんです。でこの子はすごく体がちっちゃい、まだ幼かったっていうのもあるんですが、大きいのから中間のから小さいのまでいたんですよ。でそれをすごい大きな水槽を買ってきて僕も大事にしてたんですけど、初めて買ったので、飼い方もわからないっていう部分もあって、あるいは私がちょっと出張に出てる間ですね、オカヤドカリってあったかい沖縄の方の生き物なんですね。ヤドカリ、ちっちゃいヤドカリさんなんですけど、沖縄の方の生き物なんですよ。ですから私愛知県で夏は暑いけれども冬はやっぱり結構そこそこ、愛知県の岐阜に近い愛知県なんですけど、そこそこ寒いんですよ。で、冬になるとこうヒーターみたいなものをですね置いて、それで、ちゃんと暖かくしてあげないと、あまり温度を下げすぎてしまうとオカヤドカリが、死んでしまったりするんですね。ですから食べ物、それから、お水、ね、それから適切な環境っていうのを当然与えて私たちが守ってあげなきゃいけないんですよ。でところがですね、一生懸命可愛がってたつもりなのにやっぱり事故が起きて、というのは
水をですね、与えなかったり逆に霧吹きをやって水分を湿っ気をやりすぎて、でヒーターが熱すぎてですね、中がサウナ状態になって、それで死んでしまったり、あるいは水が足りなくてカラッカラの状態ですね、ヒーターがついているのでカラッカラの状態になって乾燥して死んでしまったり、あるいは食べ物が悪かったのか分かりませんけれども、食べ物を与えすぎたのか分かりませんけれども、彼ら喋ってくれませんから、泣いてもくれませんので、オカヤドカリが死んでしまって、でついに1匹だけ今残ってるんです。でこの子は本当にさまざまな試練がこれまであったんですね。にもかかわらず生きてるんです。どんなことがあっても今まで生き抜いてるんですね。決して体大きい方ではなくて、決してこうエネルギッシュに動き回ってる方ではなくて、どっちかというとおとなしい、陰でこそっとしてて、他のヤドカリがヤドカリって宿の貝殻っていうものを、大きいのが小さいのを奪ったりすることもあるんですね。ですごくこういろいろとむしろ虐げられてた、いじめられっ子のヤドカリさんだったんですけど、今生き残ってます。で強いってね、どういうことなのかなって本当に私たちも飼ってる家族ですね、みんな見てるので思い知らされたって、そんな出来事があるんですけど、やっぱり持って生まれた強さってあるんです、ね、太ってるとか痩せてるとかじゃなくて、太っててドンと突然死しちゃう人もいますし、ガリッガリでずっと長生きする人もいますね。でもそういった個体差はあるけど、それ以上にやっぱりね、変わるんですよ。人間の体って変わるんです。で、結論から言うと、人間というのは使命感とかね、本当にやりたいことっていうのに打ち込んでいると体が変わるんですよ。ただ変わる時に儀式があります。一旦体調が崩れるという儀式があるんです。環境が変わるとそこに対して自分の体が適応しようとするんです。で、無理はしちゃいけないですよ。無理はしちゃいけないです。でも私この人に対してアドバイスとして言いたいことは、生きてるんですよ。本当に弱い人ってね、どうやったって死んじゃいます。子供の時に死んでしまうかもしれない。風邪ひいたことがきっかけで死んでしまうかもしれない。やっぱり命ってね、無理やり生きながらせることってできないんです。病院のベッドに縛り付けて植物人間にすることはできるかもしれません。でも意思を持って生きている人間が社会生活を営んでて、本当にダメな人っていうのは倒れてとっくに命は失われていると思います。育ってくる過程でいくらでも死んでしまう子いるので、そう思ったらガリガリに痩せてるかもしれない、どっか行ったら熱が出てしまうかもしれない、ちょっと無理すると体調を崩すかもしれない。でも決して弱い体じゃないってことです。生きてるってことです。生きてるっていうのは大変なことです。重力に逆らって歩き、ね、重力に逆らって二足で2本の足で立ち、どこかへ行って買い物をし、ね、仕事までしてる。ものすごく強くなかったらできないんです。ですから私のアドバイスは、自分で弱いと思い込むことをちょっとやめてみたらいいと思います。それでもちろんね、あんまり無理しちゃダメですけど、自分が本当に好きなことだったらちょっと熱出ても頑張ってみるってことです。でなぜそれを言うかって言ったら、私自身もそれを体験してるし、実はお坊さんの修行っていうのはそういった体験があるんです。で、嫌なことに対して無理をすると過労死したりストレスが溜まってダメになるんです。でも自分がこういうことをやってみたいということは意外に持つんですね。で、私たちお坊さんの修行っていうのがあって、ご本山というところに行くわけですよ。そうすると、朝どうですかね、夜2時、12時に寝て朝の2時3時に起きるっていう生活が何ヶ月も続くんですね。で、暖房ない、冷房ないで、冬なんかは当然もうブルブル震えながら、食べ物とか環境変わるのでストレスもありますし、何よりも食べるものが限られているので、私も22歳の時に修行に行きましたが、やっぱりもうね、お腹が空いていいもの食べてたところから急に食べ物少なくなるので、朝はごま塩とおかゆ、漬物で、お昼夜はご飯と味噌汁と、煮物とかね、そういったものがつくんですけど、それだけじゃやっぱり22歳の若者の体で、しかも私もずっと空手の選手だったので、
もりもりご飯食べてた、いろんなもの食べてた、栄養価の高いもの食べてたのが急に栄養価の低いものになるので、もう腹が減ってご飯をかき込んじゃうんですよ。食べちゃうんです。そうするとバランスが崩れて活気になるんですね。でもうですね、風邪をひいて高熱がずっと続いて、それでも休むわけにいかないので、修行中は。で寒くっても風邪ひいてても暖房ないんですよ。でそういった状態でみんな修行してるわけですよね。面白いことにですね、みんな最初ものすごいストレスと環境の変化でどうですかね、長い子だと2ヶ月とか3ヶ月ぐらいずっと体調悪いのを引きずりながらやるんです。その後です。余計な肉がそぎ落ちて、余計な何でしょうね、熱とかももうできってっていう状態で、でも畜生負けてたまるかっていう気持ちで踏ん張った子たちっていうのは、やっぱりね、体が変わるんですよ。それで不思議なことに半年ぐらいすると、3ヶ月4ヶ月ぐらい過ぎると、風邪ひきたくてもひけないんですよ。雪の中裸足で歩いてても風邪ひかなくなっちゃうんです。明らかに自分の中で体が変わった、毒素が抜けて体が変わったっていう瞬間が来ます。でこれ実際今朝ですけど、うちのお寺でちょっと修行してるお坊さんがいるんですけども、食べ物とかいろんなものをね、どんどん自分で変なものを食べると体がおかしくなるとか、体のセンサーが働き始めて、で全然余計な肉ついてないんですね。で余計な肉ついてないんですけど、やっぱり、ここのお寺に来てからどんどん体が変わって、今もう誰よりも体力があって誰よりも気力があるっていうぐらい、本当に強い体に変わってきたんだなっていうことを実感しているお坊さんがいるんです。でただそこに来るまでの間に、本当に自分死んじゃうんじゃないかって言って悩んだ、体調で崩して悩んだっていう時期があって、それが抜けて体がスッと本当に強い体になっていくっていう経験をしています。ですからちょっとね、私たちは熱が出たりいろんなことあると大事をとってっていうのがあるんですけど、さっき言ったように、それが自分がストレスが溜まって本当に嫌なことをやろうとしてて体調が悪くなったっていう場合はちょっと SOS ですね。けど本当に自分がやりたいっていうことを思ってそこに突き進もうとして体調が崩れるっていうのは、ちょっと崩していいかもしれない、ね、それ周りに言っといた方がいいですよ。私こういうことを突っ込んで体調悪くなったらいざとなったら助けてねって。でもね、そのことによって今まで持ってた自分の体質がガラッて変わることがあります。もう一個例を挙げると、お母さんでずっと体が弱いって言ってた人が子供ができて出産したら急に強くなっちゃうっていうケースはもういっぱいありますよね。でそういうふうにですね、自分の体っていうものはまだわからないのに弱いって決めないでほしいんです。で自分が弱いと思ったら本当に弱くなります。ガリガリであろうと、多少なんか無理したら熱が出ようと、私はこういうことやりたいんだ、こういうことをやってみたいんだ、こういうことをやらなければいけないんだっていう使命感っていうのを感じたら、ちょっと無理して押してみるっていうのもまだ27歳かな、また頑張れる時期なので、ぜひちょっと人生においてチャレンジしてみてはいかがかなと思います。多分ね、それが一番の荒治療ですけど、いい結果になる気がしますし、そういった例っていうのを私もお寺にいて見てきてますし、私自身も命を懸けて何かにチャレンジしてるってそういう人たちっていうのをいっぱい見てきましたから、そんなことで多分崩れるような体じゃないなっていうことをなんとなくね、実際お会いしてないですけど質問から感じます。ぜひね、大事を取るっていう選択肢ではなくて、この方の場合自分の好きなこと、やりたいことあるんだったらちょっと無理してぶっ倒れてでもいいから頑張ってみるっていうのはありかと思います。ただ本当にね、これはダメだなと思ったらもちろん無理はしないでほしいんですけど、命の保証はしませんが、命を懸けられることを見つけてぜひチャレンジしてみてください。体多分変わると思います。